MS グラフ、マイクロソフトグラフ API クライアント with Ruby というタイトルで発表させていただきます。まず最初にですが、このトークでは、グラフデータベースやナビゲーショナルデータベースといった話はいたしません。はい、で、アジェンダはこのようになっております。まずは、自己紹介からさせていただきます。私、小田と申します。Twitter や GitHub はこのようなアカウントでやっております。でコミュニティは福岡 RB という地域 Ruby コミュニティを共催しておりまして、うつらさんや伊藤さんやカッパさんたちと一緒にやっています。Ruby 会議2019昨年福岡でありましたけれども、こちらではローカルオーガナイザーを務めました。Ruby 会議は2018年から参加しています。今年で3回目です。今年はちょっとワッツとツーショットが取れないので、寂しいです。ただ、マツと仮想空間上では大親友なので、あんまり気にしていません。で、マイクロソフトグラフについてお話しさせていただきます。マイクロソフトグラフは、2015年にリリースされています。どのようなサービスかと言いますと、マイクロソフト365プラットフォームと、あと、ウェブアプリに代表されるようなアプリケーションと連携するソリューションです。マイクロいろんなデータをですね、例えばユーザーと、カレンダー情報だったり、メールだったり、あとはチャット、Teams のチャットだったりと、このようなデータをさまざまなグラフのように関連付けて取得できるところから、マイクロソフトグラフと名付けられているんじゃなかろうかと私は解釈しています。でですね、セキュリティ SDK なんですけども、いろんなプラットフォームでサポートされています。で、Ruby も対応され、一応公式的には対応されているということになっています。で、Microsoft Graph API クライアントについてお話しします。先ほどですね、SDK って言ったり、また、クライアントライブラリとか、Microsoft のドキュメントでもですね、表記揺れが結構来ています。このトークでは、それ API クライアントということで統一させてもらいます。で、先ほど紹介しました通り、マイクロソフト製の API クライアントは実際すでに存在しています。マイクロソフトアンダースコアグラフというジェムで、RubyGems でも公開されています。で、2016年8月1日に初めて公開されていて、3回ほどマイナーバージョンアップがされています。最後のリリースは2017年です。で、すでに存在するのにサードパーティー製の API クライアントが必要なのかというふうに思われるかもしれませんが、この答えは必要であるというふうに答えられます。で、こちらはですね、マイクロソフトアンダースコグラフの GitHub で公開されているリポジトリなんですけれども、こちらを見ていただくとですね、コミット数、ちょっと拡大しますと、36コミットです。2016年公開なので、ちょっとコミット数は少ないんじゃないかなという印象を受けます。で、さらに残念なことにですね、マイクロソフト製の、API クライアントはアクティブなサポートはもうしないというふうに公式で発表されています。でこういうとですね、例のごとく Ruby は死んだんじゃないのかって言われるかと思います。当然ながら Ruby は死んでいません。ただ、個人的にですね、この Ruby は死んだっていうような表現はあんまり好きじゃありません。悲観的なことを言うのは簡単なんですけれども、そんなこと言っても誰も幸せにはなれないので、建設的なお話をした方が、みんな幸せになれますよね。ということで、私のモチベーションとしてはですね、マイクロソフトが、マイクロソフトグラフに限らず、すべてのマイクロソフト製品で Ruby のサポートを切ってしまうんじゃないかという心配が私の中であります。で、そんな心配事をですね、払拭したくてですね、これを阻止したくて Ruby の発展に追い
大きな損失になると思いますので、理解阻止したいです。で、そして自分でメンテナンスできるライブラリを作りたかったというのが一つあります。一応これは作りきりで終わりにせずですね、今後も継続的にメンテナンスを作り続けていけるようなものを作りたいなというふうに常々思っていました。で最後に、Ruby 回帰駆動開発ということになります。じゃあ、API クライアントはどのように作っていくのかということですね。もう皆さんに一番伝えたいことは、先ほど言ったので、個人的には満足しているので、ここで終わってもいいんですけれども、Ruby 会議なので少し技術のお話をしたいと思います。で、API クライアントを作るにあたってですね、ちょっといくつか問題がありました。で、大きな問題点を挙げるとですね、マイクロソフト製の API クライアントはですね、サンプルコードがあるんですけども、そのサンプルコードが動かされなかった。で、ここから先は個人的なものになりますが、マイクロソフトグラフ API の仕様がよくわからなかったというのと、マイクロソフト製の API クライアントのソースが全然読めなかったっていうのがあります。困ったな、どうしようかなってと思っていた矢先ですが、先人の知恵を借りましょうということで、昨年 RubyCode2019 のトークで、太田さんと末吉さんがこのようなトークをされていました。まずは太田さんのお話なんですけれども、OpenAPI ジェネレーターを使いましょうというお話でした。で、マイクロソフトグラフの OpenAPI に対応しているものとして、このマイクロソフトグラフ OpenAPI という、ズバリな名前のものがあります。で、マイクロソフトグラフ API の仕様ってどういうものかとちょっとお話しさせていただくと、オープンデータプロトコル、通称 OData プロトコルというものを採用しています。リクエストとかレスポンスは JSON 形式でやり取りされていまして、スキマ定義とデータモデルは XML 形式か、JSON 形式で、表現されます。ただ、マイクロソフトグラフでは XML 形式しか対応していないようです。で先ほどのこのマイクロソフトグラフ OpenAPI というものは何者かというとですね、OpenAPI スペシフィケーションに従っている OData プロトコルから変換された JSON 形式のファイルです。ということで、OpenAPI ジェネレーターが使えるということになります。じゃあ実際使ってみようということで使ってみたんですけど、こんな感じにですね、大量にエラーやら警告やらが出ます。で、なんでこんなことが出るのかというと、多分マイクロソフトグラフ OpenAPI が間違ってるか、OpenAPI ジェネレーターがバグってるか、両方ともおかしいかなと思います。で、使えないということだけはとりあえず分かりました。で、私の目的はですね、マイクロソフトグラフ API クライアントを作ることであって、OpenAPI からの不具合を調査するつもりはことは作らなかったので、早々ところを諦めました。で、続いて、末吉さんのお話ですね。ちょっと何と読んいいのか分からなかったので、仮称として末吉号メソッドという勝手に呼ばせてもらってます。ご本人からの名前の使用許諾は得てないですけれども、記述を進めます。で、どのようなお話だったかというとですね、API クライアントを自作するお話でした。で、大きくこちらの表にあるように4つのパターンがあるというふうにお話をされていました。で、今回私がやろうとしているのはこの4パターンの3番目のものですね。クライアントディベロッパーと API ディベロッパーが異なっていて、パブリックな API であると。で、このようなケースでどういう場合かというと、どういうものかというと、オフィシャルなものが、API クライアントはすでにあるだろうが、オフィシャルなものを使いましょうというお話でした。で、実際先ほど紹介した通り、あるにはあるんですけども、もうすでにサポートが切られているっていうのが分かっているので、こちらのやるにあたって、末吉さんは、モチベーションはこのようなものがあるというふうに紹介されてましたけども、私が、今回この車輪の再発明をやるということになります。でですね、マイクロソフトグラフ API で、ユーザー情報を取得しようと思ったときに、エンドポイントは実際にこういったエンドポイントが用意されています。でこれで、
自作をする場合の例としては、シンプルなインターフェースを考えた場合、反対と、マイクロソフトグラフっていうクラスがあって、で、そいつを利用してインスタンスを作って、で、そのインスタンスから値を取得するために、インターフェースがこんな感じに存在してるんだと思います。で、マイクロソフトグラフインスタンスにはユーザー情報をなんか操作するためのインターフェースで、なんかユーザーっていう口が用意してあって、でマイクロソフトグラフユーザーっていうインスタンスが取れてきて、で、そのインスタンスは、なんか一覧取得のリストメソッドだったり、詳細情報を取得するゲットメソッドだったり、新規作成するクリエイトメソッド、更新するアップデートメソッド、削除するデリートメソッドがあると思います。で、それらを実装した場合、ディレクトリ構成はこんな感じになるんじゃないかなと思います。で、ここで問題点としてですね、実際先ほどユーザー情報を取得するっていうエンドポイントだけを紹介しましたけど、マイクロソフトグラフは一番最初に見せた図の通りですね、いろんなものからデータが取れてくるんですね。ということで、エンドポイントの数は結構膨大になります。なので、ここで作成するクラスも膨大に増えていきます。で、これは個人で実装するにしては、時間が足りないだろうと思って、困ったな、どうやって返して提出したらいいものかって、ちょっと頭を抱えました。それを解決するきっかけとして、昨年10月にあった、交換ファレンスが、ちょっとそこでヒントがありました。その中のトークでですね、マイクロソフトグラフ API ライブラリ 4Go という、ズバリな、言語で同じことをやろうとしている方がいらっしゃいまして、その発表の中でですね、MS グラフ SDK コードジェネレーターというものが紹介されていました。こちらはですね、OpenAPI ジェネレーターは OpenAPI から、コードを生成するジェネレーターなんですけども、こちらの方はそれのデータプロトコル版って考えてもらっていいです。で、これでなんか OpenAPI みたいにできるんだろうなって思ってたらですね、よく見ると Ruby はサポートされていないんですね。あらら困ったなと思ってたんですけれども、ちょっとここで一つ、ちょっと私の中で疑問が起きました。こちらがマイクロソフトゼン、マイクロソフトグラフ API のクライアントですね。こちらがですね、実は、マイクロソフトグラフ SDK コードジェネレーターを使っていません。ということは、この API クライアントはどうやって機能を提供しているんだろうかというふうに今思ったんですね。なので、続いて、ちょっとマイクロソフト製のこのジェムを、コードをちゃんと読んでみようというふうになったわけです。で、このもの、コードを読むには最初全然理解できなかったんですけども、どうやって理解していったかというとですね、最初に先ほど紹介したこの問題点、3つの問題点をそれぞれ解決することで、ちょっとマイクロソフトグラフのことを知ることができました。じゃあ1つ目、サンプルコードが動かないっていう話なんですけどね、こちらは HTTP パーティーっていうと思うんですかね。そういうHTTP クライアントのジェムがあるんですけども、こちらにですね、サンプルコードがありました。またこちらのサンプルコードを参考にして、ちょっと動かすことで解決できました。で、2つ目の問題でですね、ちょっと仕様が全然わからないっていうやつなんですけど、先ほど、マイクロソフトクラフ API の仕事として OData プロトコルがありますよっていうふうに紹介しましたが、こちらはですね、一応ドキュメントはちゃんと存在してます。ただ、文字ばっかりで書かれ、まあ、文字だけしか書かれてなくて、図とか実際ないんですね。で定義されているデータモデルとの関連性だとか、挙動とかがですね、ただ文章にだけで全然イメージがわからなくて、ちょっと私には理解できませんでした。ただ、先ほどのサンプルコードを動かせるようになって、実際にこうやって動かして確認してみて、ちょっと、理解できるようになりました。
こちらですね、右の図がですね、Microsoft Graph API メタデータの一部です。これが、XML 系で表現されているものですね。で、こちらに、エンティティコンテナとエンティティセット、ナビゲーションプロパティ、デバインディングというものが定義されています。でエンティティっていうのはですね、DB でよく言うエンティティと同じようなものだと思っておられてです。なんかデータの集合体みたいなですね。要素です。で、エンティティの集合体がエンティティセット。で、エンティティセットの集合体がエンティティコンテナだと私は解釈しています。で、ナビゲーションプロパティバインディングがエンティティセット同士の関連を定義していて、で他のエンティティセットとデータ連携をするためのものですね。で、こういったものも実際動かしてみて、このデータ構造はこういうふうな意味を持ってるんだっていうのを理解できました。で、最後のソースコードが全然読めなかったってやつですけども、先ほどの、ちょっとデータの紹介をしたときに、こちらの中央を理解して何を言ったかがちょっとずつ分かるようになりました。ちょっとタイトルでネタバレしてますけども、コードジェネレーターを使わずにですね、機能の提供はメタプログラミングで実現しています。でこちらがですね、その GEM の中であるクラスビルダーというクラスの実装なんですけども、最初このソース見たときに全然意味が分かんなかったんです。なぜかというとですね、最初に自分の実装がこういったものだったんで、メタプログラミングを使うっていう発想が全くなかったんで、ソースコードを読んだときに本当何やってるのか分かんなくてですね、結構苦労しました。で先ほどのHT セットの話です。先ほど紹介したメタデータの FT セットってどういうふうにコードを解釈して、どのように処理されているかというと、この赤分かれパフォーマンがその処理になっています。で、この部分が、XML で記述されているメタデータをパースして、データセットに格納しています。で、この部分がですね、この黒背景のところに書いてある、このエンティティセットというタグをですね、マイクロソフトグラフクラスのインスタントセットとしてナビゲーションプロパティズを定義していて、エンティティセット要素のナビゲーションプロパティズっていうものが、ユーザー情報を取得するために、この HTTP の GET メソッドを使うような処理になっています。このふうな、この上のエンティティセットの定義が、下の GET メソッドになるっていうのが、このコードで表現されているのが、本当に動かすまで全然分かんなかったので、サンプルコードを動かして、本当地道に中でバックログを仕込んでいって、逐一挙動を確認していって、ようやく分かった次第です。で、MS グラフなんですけれども、一応、プログラマーの端くれなので、なんかコード書いてみようということで作ってみたんですが、RubyGems でこの名前が取れたっていうのが一番大きいです。で、マイクロソフトグラフっていう公式の GM と異なる点は大きく2つありまして、1つはですね、ディレクトリ構成が違います。MS グラフ、左がマイクロソフトグラフ、右が MS グラフの方で、MS グラフにはちょっとこういうファイルがいくつか混ざってるんですけども、こんな感じのディレクトリ構成になっていて、ちょっとこのディレクトリ構成が合ってるのかどうか、ちょっと私自身も正解なのかよく分かってないです。雰囲気でなんとなく設計しました。で、MS グラフは、マイクロソフトグラフのフォークではありません。ただ、先ほど言ったように、自作の API クライアントからちょっとずつ、マイクロソフトグラフの機能を移植していって、ちょっとずつ動作確認しながら拡張していきました。で、なんでディレクトリ構成をこんなに変えたかっていうとですね、一番そのきっかけとなったクラスがこの O データサービスっていうクラスです。で名前からしてですね、マイクロソフトグラフの中でサービスドキュメントっていう概念があるんですけど、なんかそれに司るクラスなのかなって最初は思ったんですが、全然違ってて、実際これ何してるかっていうと、XML 系のファイル、XML で書かれたそのメタデータファイルをパースしてデータモデルを作成するっていうクラスだった。そういった挙動をするものなのに、なんかサービスっていうなんか
汎用的な名前をつけてるのがどうもしっくりこなくて、なんかマッツがよく名前重要って言ってましたけど、まあ本当にそうだなと思いました。で、一つ変な名前をつけてるっていうものを見つけたらですね、なんかどんどん他の命名規則も気になりだして、気になって気になって仕方ないので、じゃあもう自分でなんか納得いく名前をつけていこうとしたら、もう結局ディレクトリコースから変更することになりました。で、もう一つ大きな違いとしてはですね、結構大きなバグを直してます。実はですね、マイクロソフトグラフの方はですね、マイクロソフトがそのメタデータを公開してるんですけど、そのメタデータが公開しているそのマイクロソフトグラフ API メタデータをパースすることができません。じゃあ、マイクロソフト、GEM のマイクロソフトグラフはどんなでメタデータを使っているかというと、その GEM 内部で独自のメタデータファイルを持っていて、それを使ってます。ただ、そのメタデータファイル自体がかなり古いもので、今公開されているメタデータファイルと、ファイルサイズがだいたい10倍ぐらいのサイズ、ファイルサイズが桁一つぐらい違っていて、まあ、だいぶ古いもののようです。で、最新のものの、メタデータファイルをパースすると、なんかバインディングパラメータの値がおかしいんだっていうのが分かっていたんですけども、それが何がどうおかしいのかが分かりませんでした。使用に、オーデータプロトコルの使用書を読む限りでは、バインディングパラメータのだからそこに定義されていないバインディングパラメータの定義をしているようにしか見えなかったんですね。で、どうにもわかんなかったので、結局やったこととしては、スタックオーバーフローで聞いてみました。で、そうすると、一応回答がありまして、この方がですね、マイクロソフトグラフ、グラフのジェムのメンテナーの方から回答がありました。で実際なんかバインディングパラメータにはですね、this っていうものがあるらしくて、多分ドキュメントには持っていないと思うんですけれども、なんか、こう、多分マイクロソフトの中では、すでに認識されているものらしく、まあ、一応まあそういったものがあるらしいので、それに対応するようにしています。なので、MS グラフの方では、今、マイクロソフトが公開したメタデータファイルをちゃんとパースして動かせます。はい。以上が MS グラフとマイクロソフトグラフとの違いでした。で、まとめとしましては、えっと、マイクロソフトから Ruby のサポート機がないように、皆さんもまだ Ruby の発展のためですね、マイクロソフトのサービスに少しでもちょっと興味を持ってもらえたらなと思います。で、もう一つはですね、MS グラフをとりあえず作ってはみたんですけど、テストが全然実装されてないです。マイクロソフト、ジェムのマイクロソフトグラフの方では、テスト、R スペックあるんですけども、あれが結局正しいのかどうかはちょっと私の中で判断できなくて。っていうのが、バックエンドはマイクロソフトが実装しているものなので、API クライアントとしてそのテストっていうのは、もっも作りにくいなと思っていて、どうしたらいいのだろうかっていうのがちょっと悩んでて、結局まだ作れていないです。で、スペック書いてないんで、前期の網羅できるのか自分でもよく分かってないです。自分が使うところだけしかとことん作確認をしてないので、誰か興味がありましたら一緒にこのテストを作っていただけるとありがたいです。ということで、以上で私のお話を終わりにさせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。